どうもきみまろです。今日は僕が普段使っているこちらのコーヒーグッズを紹介してみようと思います。ちょうど1年前にもコーヒーグッズを紹介したんですけども、結構ね新しいグッズも加わってきたので、今回は実際にコーヒーを入れながら紹介してみようと思います。今日はね結構暑いんで、アイスコーヒーを入れます。ドリップコーヒーと、あとはこちらを使った水出しコーヒー、あとはねミルクコーヒーっていうのを作ってみようと思います。コーヒー豆は表参道の Vlog でも紹介しましたこちらのコーヒー豆屋さんのコーヒー豆を使います。コーヒー豆屋さんは表参道の裏道に入ったところにひっそりとねある人気のコーヒー屋さんなんですけど、自分の好みのコーヒーのテイストを伝えると最適な豆をねこういう風に提案してくれます。常時だいたい20種類ぐらいの豆が用意されていて、コーヒーって本当味は幅広いので、例えば苦味が少なくて酸味が強くてフルーティーなのがいいとか、逆にビターでずっしり香りも強いのがいいとか、そのように伝えるとその時用意されているコーヒー豆から最適な豆をこういう風に選んでいただけます。僕は浅入りの酸味もあって柑橘系のさっぱりしたコーヒーが好きなので、そういったテイストのものを今回選んでいただきました。まずドリップコーヒー用にはこちらのエストラージャっていうコロンビア産のコーヒー豆を使います。あと水出しコーヒーの方はこちらのゼレルアラルソというエチオピア産のお豆、こちらを使います。これ袋の色も違いますけど、お店にはこういう風に豆の種類によって色分けされたコーヒー豆袋がねびっしり並んでいてね、内観もすごいかっこいいお店です。ではまずこちらのエストラージャを使ってドリップコーヒーから入れていきましょう。はい、ではまずお湯を沸かしていきます。お湯はいつも使っているこちらのバルムーダザーポットですね。でドリップするお湯の量は測りながらやりますので、ちょっと多めに沸かしときます。 500ml 沸かしちゃいます。はい、でこちら蓋をして、でここのスイッチを下げるだけでお湯を沸かし始めてくれます。すごい簡単で使いやすいんですよね。これチラチラ光ってる時は沸かしてる最中で、お湯を沸かしてる間に豆をひいていきます。豆は先ほど言っていたこちらのラエストラージャですね、こちらを使います。コーヒー豆屋さんすごい親切で、この、豆の袋の中にこういったレシピが入っていて、入れる時の豆の量だったりお湯の量だったり抽出時間、あとはお湯の温度と、あとは豆の低めの粗さ、これをね全部こういう風に豆ごとに記載してくれてます。これをいただけるので、これを見ながら入れていけば美味しくいただけると思います。でこれで見ると豆はまず 15g ということなので、豆 15g を測ります。こんな感じでちょっとね普通の豆よりわかるかな、浅入りだから少し色も明るいんですよね。こんな感じで豆はローストの具合によって全然色も違うし、濃い色になると当然ビターな味わいになってくるんですけど、これだとねだいぶあっさりした味わいですね。15g ちょうどになりました。はい、豆の量を 15g で測りましたので、これをひいていきます。で引く時の粗さは中細となっているので、メリタのグラインダーは40段階で豆の粗さをこういう風に切り替えることができるんですけども、豆の粒度がばらつきがなくてねすごい綺麗に引けます。均等にお湯沸いた。グラインダーはこういう風に均等に引けるものがいいんですよね。でこの豆をひいていきます。引き方も簡単で、ここに入れて、で横にスイッチがあるので、ここのスイッチを押してもいいんですけど、これでもいいんですけど、これをガチャッと入れる。これで今引けてます。毎回これ2回キュンキュンってやっちゃうんですよね。これでここに豆が引けました。で一応どんな感じか見るとこんな感じで引けてます。均等に綺麗に引けてます。これを使っていきます。で今回はアイスコーヒーなので、こちらのカラフェというのを使って冷やしながら入れてきます。でこちらのカラフェの上にこのコーンを乗せて、ここに豆を入れてお湯を注いでいきます。カラフェはコーヒーサーバーみたいなもんなんですけど、アイスコーヒーにするのでここに氷を5つぐらい入れときます。氷が入ったカラフェに直接注いでいくことで、お湯が急速に
冷却されるってことですね。この上にこちらのコーンっていうのを乗せるんですけど、ペーパーフィルターとかを使う人が多いと思うんですけど、僕はずっとこちらのステンレスのコーンっていうのを使ってます。ペーパーフィルターをここに乗せたりはせずに、もうこれが細かな網目になっていて、ここにコーヒー豆を入れてお湯を注ぐことでもうそのままドリップできます。豆の風味とかそういう油分とかそういうのがそのままドリップされるので、個人的にはこのステンレスのドリッパーがね気に入ってます。ずっとこれ使ってます。でこちらに先ほどひいたコーヒー豆を入れていきます。で少しトントントンと叩いて慣らしてあげます。そうすると平らになるので、これで今リセットして、あとここにタイマーがついてるので140秒測りながらお湯をドリップしていきます。お湯は 225ml まで入れます。 3,4 回に分けて入れていこうと思います。まずお湯を少し注いで豆を蒸らします。だいたい40秒ぐらい蒸らしますかね。はい、でお湯を注いでいきます。少し円を描くように豆全体にお湯が行き渡るように入れていきます。お湯加えていきます。これで 225ml ですね。であとは2分20秒140秒になるまで待ちます。これでだいたいちょうどドリップが終わりますね。はい、140秒になりました。はい、これでアイスコーヒーがドリップが終わりました。このコーヒー豆はそのまま下げまして、で中に氷が入ってるのでこのままカラフェを回してコーヒーを急速に冷却させます。結構冷たい。あと注ぐグラスにも大きめの氷を入れて、それでこちらのカラフェのコーヒーを注いで出来上がりです。色味とかもよくあるコーヒーより明るい色に見えませんかね。浅煎りの豆で入れるとねこんな感じで結構明るく綺麗な色になります。これでドリップしたアイスコーヒーの出来上がりです。早速いただいてみたいと思います。美味しい。でもやっぱ夏アイスコーヒーですね、やっぱりね。で豆屋さんでいただいたこちらの豆は酸味が強めの浅煎りライトローストってやつですねのものを選んだんですけども、すごい香りも華やかでオレンジとかアプリコットみたいななんかねフルーティーな口当たりです。いわゆるコーヒーのずっしりした重い感じではなくて、ジュースとまではいかないですけども果物みたいな味わいが口の中に広がる、そういうコーヒーですね。ブラックコーヒーが苦手っていう方は深入りのビターなコーヒーをイメージされる方が多いんですけども、こういう風にね浅煎りだったら多分ねそういった方でも飲みやすいと思うのでおすすめです。コーヒー屋さんで浅煎りのお豆で口当たりが軽いのが欲しいですみたいに言ったらそういうのをね提案してくれると思うんで、ぜひ聞いてみてください。ではこちら飲みながら次は水出しコーヒーを作っていきましょう。で水出しコーヒーですが、ボトルはねこちらのハリオのフィルターインコーヒーボトルっていうのを使います。蓋がこういう風に取れるようになっていて、蓋の部分にこのフィルターがついていて、でこれが取り外せるんですけども、カチャッと開けるとこれがねフィルターになっていて、この中にコーヒー豆を入れて蓋をして蓋につけて
それでここにこう入れることによって水出しされると、こういう仕組みになってます。でこちらで水出しコーヒーを作っていこうと思うんですけども、豆はこちらのゼレルアラルソを使ってきます。さっきのライエストラージャよりもより酸味とか柑橘系の風味が強いということで、なんかレモンみたいな風味だっていう風に聞きました。こちらも豆のままなのでひいていきます。こちらはエチオピア産のお豆ですね。でこちらもこういう風にレシピが入ってるので、もちろんねドリップコーヒーで使う時はこちらのレシピを参考に入れていけば美味しく入れられます。で水出しコーヒーを作る時は豆の量は少し多めになります。 75g 入れます。75g だから結構多いですね。75g。 はい。でこれもね豆のままなのでグラインダーでひいていきます。粗さは先ほどと一緒で20ぐらいでひいていきます。引き終わりましたので、これをこちらのフィルターの中に入れていきます。じゃあここにこのフィルターの上の部分、上の部分にもねフィルターがこういう風についてるので、これで豆がこぼれ出ることはないです。カチャッとはめて、それで蓋の裏に溝がついてるので、ここにこれをはめると、そうするとこう固定されるので、このまま一旦もうこのまま水を入れる前にフィルターを入れます。こうやって、はい、準備できました。でここに上が蓋になってるので、ここからお水を注いでいきます。でお水の量は 900ml なので、これもちゃんと測ってきます。リセットして今0になったので、ここに 900ml 入れてきます。こぼさないようにしないとな。ゆっくりこう上から入れることで豆にちゃんと水が染み込みながら落ちてってくれるので、もうすでにね少し色がついてるのがわかると思います。なんかすごい緊張する。これも綺麗な色出ますね。なんかもうアプリコットジュースみたいな色。はい。で追加。ボトルが900入らなそうなので、ちょっと少ないですから 800ml にしました。でもねそんなに変わらないと思うので、はい、これで水も入れ終わりましたので、ここでしっかり蓋をして、これで少しこうやって振ってあげます。で豆と水を少しなじませる。それでこちらはこのまま室温で13時間そのまま置いておきます。冷蔵庫には入れないで、そのまま室温で13時間で大丈夫です。ハリオのこちらのコーヒーフィルターのマニュアルに書いてるものだと、冷蔵庫に入れて8時間って多分書いてあると思うんですけど、このね今回は豆屋さんのレシピに沿ってこのように作っています。はい、そういうわけでこれはね今すぐ飲めないですけど、13時間後美味しくいただこうと思います。水出しコーヒーはまたねドリップコーヒーとは違ったあっさりした口当たりになるので、もうねそれこそ本当こういう風にね暑い日とかにはねおすすめです。はい、そういうわけでこちらが水出しコーヒーの入れ方でした。あと豆屋さんからアイスミルクコーヒーの入れ方っていうのも教わったので、これもね紹介してみようと思います。僕もこれ知らなかったんですけど、水出しコーヒーの水の代わりに牛乳を使うっていうものなんですけども、アイスカフェオレみたいなのを作るってことですね。牛乳はこういった濃いめの牛乳が合うそうなので、脂肪分が高めの牛乳を使うことをおすすめします。乳脂質分が 4.3% ですね。で今度は豆の量を 30g 使います。ミルクの量が 360ml で作るので、豆の量も少なくなります。豆は先ほどと同じゼレルアラルソを使います。 30g。 30g。
でこれもまたグラインダーでひいていきます。先ほどと変わらず20の目でひいていきます。で豆が引けましたので、さっきの水出し用のフィルターボトルを使ってしまってるので、今回はこちらのね水出し煎茶とかでも使うフィルターパックに入れて、でこちらをこちらのカリタのサーバーに入れて、こちらにミルクを注いで作っていこうと思います。フィルターバッグはこんな感じになってるので、ここにさっきの豆を入れていきます。入りました。それでここの蓋の部分を裏返して、これでいいのかな、コーヒーパックができました。こちらのカリタのサーバーに入れていきます。でこちらに特濃ミルク入れてきます。 360ml なので、ここのメモリのちょっと上ぐらいですかね、ここまで入れてきます。これぐらいですかね。で蓋をして、でこちらは冷蔵庫で8時間冷やします。こちらでアイスミルクコーヒーができます。このフィルターパックで出すアイスミルクコーヒーっていうのは僕初めてこの前作ったんですけども、普通のカフェオレとかまたちょっと違った味わいで、また一つね新しいコーヒーの楽しみ方が増えたなと思いましたね。よかったら皆さんも試してみてください。はい、そういうわけで今日は実際にコーヒーを入れながら僕が普段使っているコーヒーグッズを紹介しました。このようにコーヒーは家でも割と簡単に入れることができるので、興味のある方はぜひトライしてみてください。動画で紹介したコーヒーグッズは概要欄にリンクも貼っておきましたので、よかったらチェックしてみてください。もしこの動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとよろしければグッドボタンもお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。